はい、どうもです。今日はですね、こちら、南洋貝割りっていう食材ですね。それではまずは捕獲映像からご覧ください。さて、左下にウミガメが映り込んでいるんですけども、今日はですね、南洋貝割りを狙っていきます。目の前にいる2匹の魚が、そうですね。それでは狙いを定めて、ヒットならず。で、撃たれたにもかかわらず、僕の目の前をね、悠々と過ぎ去っていきました。ちなみにですね、この2匹色が違うんですけども、両方ともね、同じ魚で、海面まで持ち上げると同じ色になりますね。なんで海底だけ色が違うんでしょうね。で、その後もですね、ずっと同じとこいたんで、息を整えてもう一度狙いに行きます。狙いを定めて、ヒット。で、こんな感じで疲れた魚に寄り添ってきててすごいかわいそうだなって昔思ってたんですけども、実はこれ仲間を心配してるんじゃなくて、仲間が餌を取ってると勘違いして近寄ってきてるって知って、なんやねんってちょっと思いましたけどね。いや、にしてもね、すごい引きでしたね。ちょいちょい海底に引きずり込まれるぐらいの、もうそんぐらいでしたね。ようやく力尽きたようですね。結構ね、サメが周りをうろちょろしてたんで、ちょっとさすがにね、血抜きは控えておきました。それでは陸に戻ってさばいていきましょうか。はい、ということで今日はですね、南洋貝割りなんですけども、南洋、南の方にいる貝割りだから南洋貝割りっていう名前ですね。で、この魚ね、知ってる人少ないと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。俺はね、それをちょっと広めたい。こいつが美味しいってね、みんなに教えたいんですけど、まずはですね、観察していきましょう。全体で見るとこんな感じですね。で、なんでしょうね、カンパチとかに似てるんじゃないですかね。特徴的なのはやっぱここですよね。アジの仲間なんでゼイゴがあるんですよ。ここ硬いんですよね。白アジってね、みんなね同じような見た目してて区別がつきづらいんですけど、南洋貝割りはですね、この綺麗な斑点が特徴的ですね。で、余談なんですけど、平べったい魚って推進力が半端じゃなくて、そんなに大きくないんですけど、めっちゃ引きましたね。今気づいたんだけど、一発目ここ当たってたんだね。ちょっと遠すぎたか、打つのが。うわ、悔しい。ちなみにこういうど真ん中ついて売れるのっていう風に思ってる人いると思うんですけど、結構ね安くなるんですけど売れますね。はい、ということで今日はですね、こちら南洋貝割り一旦下処理して3日間寝かせていきます。それではやっていきましょう。まずはね、鱗を取ります。鱗をね取らない方がいいっていう人もいるんですけど、2、3日だったらね別に全然大丈夫です。ヒレが長い。この際のところね包丁入れるんで、なるべく丁寧に取っていきます。なんならここだけ取れてればいいぐらい。カナダ足の方が絶対取りやすいな。これちっちゃい鱗のやつはね、カナダ足でやるとねすごい取りやすいですよ。はい、ということで綺麗になりました。で、こっからね冷蔵庫入んないんで頭を落としていきます。この胸びれの後ろから包丁入れていきます。うわ、めっちゃ卵入ってる。すごっ。ちょっと卵入ってるんだったら内臓傷つけないように浅めでいきましょう。ちょっとちぎりすぎたわ。うわー、すげえな。よし、オープン。よいしょ。あれ、こんなに卵入ってると期待できないな。卵が入ってるとね、魚の身の栄養がね卵に持ってかれちゃってるんで、脂が乗ってないんですよね。ちょっと取り出してみよう。うわ、すげえ。これついた時さ2匹いたじゃないですか。プラスこんだけ卵を持ってると、これつがいだったのかな、あの2匹。ちょっとかわいそうなことしたね。もう1匹も取ってあげればよかった。で、なんか水中で見た時さ、俺がついた方がちょっと白っぽくてもう1匹黒っぽかったじゃないですか。もしかしたら黒い方がオスなのかな。
じゃあここの血合いに傷を入れて血をね洗い流していきます。すごい血だな。はい、そしたらね綺麗になりましたんで、ちょっと邪魔な尻尾とかをね外していきましょう。下手くそ。お、いいね。そしたらキッチンペーパーで入念にね拭き取っていきます。この水分がね腐る原因になるんで、できる限り水分はね拭き取っていく感じですね。で水分拭き取ったらキッチンペーパーでね巻いていきます。お腹の中に詰める。この上からラップを巻いていきます。でラップを巻くのは空気が触れないようにするためですね。マジでこれ何回巻いても上達しない。なんでなんやろ。もっとねピシッとねやらなきゃダメなんですけど、むずすぎ。これで冷蔵庫で3日熟成させていきましょう。でこの卵ねちょっと美味しそうなんで塩漬けにしてみますかね。ちょっと洗ってで塩につけます。ちょっと作ったことないんでねうまいかわかんないですけど、これ美味しいんじゃない。そしてあごだし、美味しそうなんであごだしを入れときます。とちょっとねからし明太子風に一味をいっぱい入れときましょう。いやこれ絶対うまいわ。これはうまいぞ。これはもうご飯の音も超えてご飯の親友になるかもしれんな。大丈夫かな。多分親友になるよ。はい、ということで2日経ちましたと。もうね俺がね 2,3 日って言ったらねもう2日です。3日は待てんね。ということで、今日はですねこちら南洋かいわいを使って刺身と西京焼き、そしてたらこじゃねえな、南洋かいわり粉ご飯でね食べていこうかなと思っております。それではやっていきましょう。すごいわ、めちゃくちゃ水出てる。臭くはないね。水分が多いものにね塩かけると浸透厚さが生まれるんで、こんな風にね水が出てくるんですよ。捨てよう。明太子じゃないこれ。とりあえずこの表面についてる塩を洗い流していきます。すげえフォアグラみたいなんかちょっと完成。はい、そしたら開封していきましょう。そしたら3枚におろしていきましょう。まずお腹側のここにね切り込みを入れていきます。で真ん中までいったら反対側でまた切り込み入れていきます。でここの背骨ねボコってねなってるんで、その山に合わせて包丁を立てて背骨の上を通らせて、で通らせたら逆にちょっと下に寝かして外していきます。そうするとこんな感じでここにね身が残らないです。そうさっき言ってたのはこれ分かるかな、山になってるんですよ。でこの山になってるところをこうやって包丁を立てて入れて、で反対側こうやってね包丁を寝かして入れていくって感じですね。そしたら反対側こっちも同じですね。じゃあ最後カリカリっとね腹骨を外していきましょう。はい、それではおろし終わりました。今日は背骨は使いません。でここ腹膜残ってるんで、ここも後ろから押し上げてあげて
取り除きます。でこれ残ってるとね、匂いがねあるんですよね。はい、そしたらここに中骨が入ってるんで落としていきます。うわ、この魚ここまで中骨入ってるよ。普通こんぐらいまでしか入ってないんだけど。はい、そしたらですね、西京焼きを仕込んでいきましょう。ザクザク切れる。味付けはこちら、みりん、酒、白味噌、砂糖でいきます。砂糖、酒、そしてみりん、最後に主役ですよ、主役で、これで混ぜれば完成ですね。はい、混ぜ終わりました。でここにですね、南洋かいわりを入れていきます。とりあえず30分待っていきましょう。はい、そしたら刺身を引いていくんですけども、とりあえずこんぐらい使おうかな。多分難しいんで半分でいきます。そう、柳葉包丁もね注文したから、もう少しでちゃんと皮引きができるはずなんだけど、この包丁むずいぞ。失敗したらね修正すればいいだけなんでね、問題ないです。はい、 OK。 ちょっとレバーで引いてみようかな。レバーの方が全然いい。えらい違いよ。で刺身用に切っていきますか。この後ねでかすぎるんで半分に切っていきましょうね。はい、そしたら30分経ったんで焼いていきましょうか。楽しみだなこれ。丸まってきた。うわー、めっちゃいい匂いする。はい、それではいただきます。いや、うまそう。ちょっとまず刺身からいただきますね。いや、うまいんだけどな。これじゃないんだよな。コンディションが普通のカンパチぐらいなんですよ。やっぱ卵に栄養持って帰ってるから、油がないんだよね。卵入ってないやつはうまいんだけどね。じゃあ西京焼きも食べてみます。パサついてて美味しくね。やっぱダメだな、あんだけ卵入ったら。いや、これ本当はねめちゃくちゃ美味しい魚なんだけど、コンディションが悪かったね。っていうかさ、そういえばね完全に忘れてたんですけど、卵忘れてましたね。はい、ついできました。ちょっとこれ俺の食中毒センサーがビンビンに反応してるんだけど大丈夫かな。たらことは違ってなんか卵がほどけないんだね。怖い。いただきます。食べれはするんですけど、たらこの超介護官みたいな感じですね。もうご飯の親友でもないし、なんならご飯のお供でもないし、まあご飯の他人って感じですかね。多分これね、敗因としてはたらこに比べてこの南洋かいわりの卵ってすごい大きすぎるんで、表面積が小さい分水分が抜けきってなくてドロドロで、しかも生臭い、なんか変なものになってますね。まあこれは後で煮付けにでもして食べますわ。
これはご飯は進まんね。そもそも味が入ってないし。いやー、やっぱ調べずにやるとダメですね。もし今度やるときあればしっかり調べてやるんで、ちょっとごめんなさいと。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、今回の南洋かいわりはちょっと外れでしたね。前ね、3月か4月ぐらいに食べた時はめっちゃくちゃうまくて、もう度肝を抜かれたんだけど、これちょっと微妙ですね。で、ただね、食感も魚の風味もめっちゃいいし、ポテンシャル自体はすごい高い魚なんで、めちゃくちゃうまいのを想像した上での食レポなんで、結構ね、辛口な評価になってはいるんですけども、普通に、美味しい魚ではありますね。脂が乗ってたらね、西京焼きもパサついてないし、刺身もね、最高にうまいんですけどね。ちょっと今回は残念でした。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。